こんにちは、あやはれです。今日は来週のお昼ご飯用に5日分の冷凍弁当を作ります。今日紹介するレシピはすべて概要欄に記載しているので、作るときに活用してください。今週は夏の疲れがどっときたのか、ずっと疲れている感じで、作り置きもできず外食が多めの1週間でした。来週から切り替えるぞという気持ちも込めて、週末にサクッと5日分のお弁当を作り置きします。美味しそうと思うレシピがあれば、ぜひ一緒に作ってみてください。まずは玄米ご飯を炊きます。今回は玄米1合ともち麦1合をミックスします。私はダイエットを機に白米をやめて、腹持ちのいい玄米やもち麦を主食にしています。ローカット玄米ももち麦も無洗米なので、水を入れるだけ。玄米は冷凍すると再加熱した時にパサつきやすいのですが、もち麦を混ぜるとこのパサつき感が軽減される気がします。2合のお米に対して 2.5 合分の水を入れる。炊き上がったら粗熱を取る時間が必要なので、早めにお弁当箱に詰めます。詰める前にアルコール除菌も忘れずに。保存容器は前回同様無印のプラスチック容器です。2合炊いて均等に入れると1食約 150g でした。粗熱を取ります。副菜3品を作ります。ピーマンは細切り。1袋5個入りのピーマンを買ってきたので、副菜に4つ、主菜に1つ使います。全部細切りしておきます。5個分カットできたら耐熱容器に入れて、ラップをしてレンジ600ワットで1分半加熱。主菜用に1個分だけ避けておきます。ツナの水気を切って加える。鶏ガラスープの素小さじ1/2、ごま油小さじ1、胡椒少々。よく混ぜ合わせる。ちょっと待って。しっかり混ぜ合わせたら、まずは副菜1品完成。次に人参と枝豆の和風和えを作ります。耐熱容器を用意。人参を千切りします。タンパク質豊富な枝豆。今回は時短のために冷凍のむき枝豆を買ってきました。50g 入れてレンジ600ワットで2分加熱。人参も一部主菜で使いたいので、
ピーマンと同じ量を取っておきます。水分が出ている場合は軽く水気を切って、和風顆粒だし小さじ1/2、醤油小さじ1/2、よく混ぜ合わせたら完成。最後に枝豆の卵焼きを作ります。枝豆 50g を用意してレンジ600ワットで30秒だけ加熱します。ボウルに卵を4つ、マヨネーズ大さじ1、枝豆を追加、薄く油をひいて卵液を注いで巻いていく。卵焼き完成。粗熱を取ります。素早く粗熱を取るために解凍皿に乗せています。粗熱が取れたら3食分に切り分ける。副菜はこれで全て完成したので、主菜を作ってお弁当箱に詰めていきます。まずは焼き鳥弁当を作ります。前回作った時に長ネギが多すぎて入りきらなかったので、今回量を少なめにしてみたら今度は少なすぎました。次に作るヤンニョムチキンにも長ネギを入れるので、残りは斜め切りに。鶏胸肉は一口サイズにカット。次のレシピでも同じサイズで使うので、まとめて全部カットしておきます。1/2枚分に分けて、片栗粉小さじ1を薄くまぶしながら焼きます。長ネギも加えます。醤油小さじ2、みりん小さじ2、甜菜糖小さじ1。両面焼き色がついたら調味料で味付け。解凍皿で粗熱を取ります。ちなみに解凍皿にのせる前にキッチンペーパーを引いておけば、余分な水分を吸い取ってくれる上に、粗熱が取れたら移動させて他の食材をのせられるのでおすすめです。
粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。空いたスペースに副菜を添えたら完成。しっかり蓋を閉めて冷凍庫にしまいます。軽くフライパンを洗って次にヤンニョムチキンを作ります。このレシピから見てくれている方は鶏胸1/2枚を一口サイズにカット、長ネギは斜め切りしてください。フライパンに薄く油をひいたら片栗粉小さじ1を薄くまぶしながら焼きます。片面焼けたら長ネギを加える。ケチャップ小さじ2、甜菜糖小さじ1/2、コチュジャン小さじ1/2、ニンニクチューブ小さじ1/2、両面焼き色がついたら調味料で味付け。解凍皿で粗熱を取ります。粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。空いたスペースに副菜を添えたら完成。しっかり蓋を閉めて冷凍庫にしまいます。タラのバター醤油弁当を作ります。タラは水分を抜いて臭みを取るために両面塩を振ります。10分放置。私は今回カットしめじを購入したのですが、石突きがついたものの場合は石突きを落として小房に分けておいてください。50g 用意します。バターを用意。醤油小さじ1と胡椒も用意します。10分経ったら水洗いして一口サイズにカット。次のレシピでも同じサイズで使うのでまとめて1パック分カットしておきます。しっかり水気を拭き取ったら半量に分けて片栗粉小さじ1をまぶしながら焼きます。フライパンにバター小さじ2、片面焼き色がついたらしめじを加える。醤油小さじ1、胡椒少々、解凍皿で粗熱を取ります。粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。空いたスペースに副菜を添えて完成。しっかり蓋を閉めて冷凍庫にしまいます。
次にタラの甘酢炒めを作ります。このレシピから見てくれている方は、塩を振って臭み抜きしたタラを一口サイズにカット。副菜の時に作った細切りしたピーマンと千切りした人参を用意します。フライパンに薄く油をひいて片栗粉をまぶしたら焼いていきます。片面焼けたらしめじ、人参とピーマン、タラの身が崩れないように優しく炒めます。酢大さじ1、醤油小さじ1、甜菜糖小さじ1、調味料を加えて味付け。解凍皿で粗熱を取ります。粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。空いたスペースに副菜を添えて完成。しっかり蓋を閉めて冷凍庫にしまいます。最後に豚こまチンジャオロース弁当を作ります。豚こまを 120g 用意。細切りしたピーマンと千切りした人参。豚こまは炒める前に味付けします。酒小さじ2、醤油小さじ1、オイスターソース小さじ2、あとは生姜とニンニクチューブを小さじ1/2入れてください。豚肉を炒めます。豚肉に火が通ったらピーマンと人参を追加。解凍皿で粗熱を取ります。粗熱が取れたらお弁当箱に詰める。空いたスペースに副菜を添えて完成。しっかり蓋を閉めて冷凍庫にしまいます。一緒に作ってくれた皆さんも私も本当にお疲れ様でした。最後に買い物リストには含まれていませんが、以前の動画でも紹介した自家製のインスタント味噌汁を作り置きします。冷凍できる保存容器に味噌 180g、 1食あたり 15g 計算で12食分作ります。鰹節 5g、 切り干し大根 50g、
3センチ幅ぐらいに刻んで加えます。よく混ざったら味噌を平らにする。あとは好きな具材を乗せるだけ。すくいやすいように切り込みを入れておきます。完成です。冷凍庫で保存します。食べるときは蓋を少しずらした状態でレンジ600ワットで5分加熱。お弁当一つじゃ物足りないのでスープを添えます。1食分をすくって熱湯 180ml を注いで溶かす。職場に持っていく場合は保冷剤を入れて冷凍のまま持っていくか、朝レンジ加熱して粗熱を取ってから持っていくようにしてください。今回の作り置きは冷凍保存で2週間以内に食べてください。今年の夏最大のイベントだった両親との旅行を終えて、ほっとすると同時に夏の疲れがどっときました。旅行自体は大成功で、近場だからこそ行ったことがなかった観光地を訪れたり、いつもと違う場所で家族とのんびり過ごせる時間は最高でした。そして無事旅行が終わった後は注文していた家具が続々届いて、やっとお家らしくなってきました。皆さんの今年の夏の思い出をぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。